ワンポイントレッスンということでですね、視座、視野、視点というこの3つの似たような実は非なる言葉をですね、ぜひこれ皆様に覚えていただきたいので少し時間をとってご案内をしたいと思います。で、視座、視野、視点という言葉、皆さんお聞きになられたことあるでしょうかね。視野っていう言葉はですね、お分かりいただけるかな。野っていうのがついてますのでね、範囲ね、見る範囲のことを言いますね。それからあと視点、これも聞いたこと当然ね皆さんおありかと思うんですけども、点ですのでね、見るポイントのことを言いますね。じゃあ視座っていうのは何でしょうかっていうことなんですけども、これ物を見る高さのことを言いますね。ですからあの人は視座が高い低いとかですね、そういうふうにこう言いますということなんですね。でこの視座と視野と視点のこの関係性なんですけども、視座が高ければ高いほど視野は広がりますよと。視野が広ければ広いほどいろんな選択肢があっていいポイント視点が得られますよと、そういう関係なんですね。で組織っていうのを考えた時にですね、視座という視点でいくと一般的には役職が高い方は視座が高いというふうに言われますね。ですからおそらく皆様よりも視座が高いのは皆様の上司であったり、あるいはその上の上司であったり、一番視座が高いのは社長ということになりますね。例えば皆さんがですね上司に業務改善の提案をした時になかなかうまくイエスって言ってくれない、そんな経験ある方多いんではないかなと思いますけども、それが何で起きるかというとですね、私たちの視座と上司の視座が違うわけですね。で視座が違うっていうことは視野が違うんですね。ですから私たちよりも上司の方が広い視野でものを見てるとするとですね、やっぱいろんな視点も出てくるわけですから、そんな中でですねこういうこと考えたとかですね、いろんな指摘が出てきたりするわけですね。ですからやっぱり私たちに求められるのはこの視座を上げたり下げたりっていうのはやっぱ自由にできることね。これが最終的に求められる姿かなというふうに思うんですけども、まずは是非皆様意識していただきたいのは、自分の上司あるいはその上の上司がどういう視座、すなわち問題意識で、仕事に取り組んでいるか、でそんなところをですね想像していただけるといいかなと思うんですね。そうすることによって、皆さんの改善提案っていうのがですね今まで以上に通りやすくなるはずですし、仕事もやりやすくなるはずなんですね。ですのでぜひここではですね視座を上げ視野を広げ、良い視点を得るね、ぜひそんなところをですね、覚えておいていただければいいかなと思います。